投資クエスト、ファイヤーへの道へようこそ。朝の駅のホーム、ぎゅうぎゅう詰めの満員電車に揺られながら、これがあと何十年も続くのかなと、ふと胸がざわついたことはありませんか？目の前の景色は毎日同じでも、時計の針は確実に進み、私たちの時間は減っていきます。働く、イコール、収入という公式に、私たちは疑いもなく従っています。でも、それは裏を返せば、働かない、イコール、収入ゼロの世界。もし病気で働けなくなったら？もし家族との時間を増やしたくなったら？収入の柱が一本しかない人生は、思った以上に不安定です。例えるなら、一本足の椅子に座っているようなもの。バランスを崩せば、あっという間に倒れてしまいます。そこで登場するのが、お金が働くという発想です。お金が私たちの代わりに24時間365日働き続け収入を運んでくれる。そんな仕組みがもし手に入ったらあなたの毎日はどう変わるでしょうか？この動画では時間と労働をただ交換するだけの生活から抜け出し、お金が働く世界への入り口をご案内します。では、ここでちょっとクイズです。あなたの財布の中に今1万円があります。このお金を机の引き出しにしまって1年後に取り出すのと、ある仕組みに預けて1年後に取り出すのでは、どちらが増えているでしょうか？はい、仕組みに預けた方ですよね。でも、その仕組みが何なのかすぐに説明できる人は意外と少ないんです。実はこれがお金が働くという状態の第一歩。お金を寝かせるのではなく、働かせて利益や利息を生み出す場所に送り出すこと。例えば株の配当や銀行の利息、投資信託の分配金などです。ここで想像してみてください。もしあなたが出張や旅行で留守にしている間にも、自分の代わりに働いてくれる小さなお金の分身が世界中を動き回っていたら、あなたは何もしていないのに、気づけば資産が増えている。そんな未来、ちょっとワクワクしませんか？この後は、そんなお金の働かせ方を理解するために、まずは労働収入と資本収入の違いから見ていきましょう。まず、収入の形には大きく分けて2種類あります。労働収入と資本収入です。労働収入は、あなたが時間や労力を提供することで得られるお金。会社員の給与、アルバイト代、フリーランスの報酬などがこれに当たります。いわば、自分というエンジンを回して初めて動く収入です。一方、資本収入は株や不動産、債券などあなたが持っている資産が生み出すお金、配当、家賃収入、利息などあなたが眠っていても発生します。つまり自分の代わりにお金がエンジンとなって働いてくれるわけです。ここでちょっと立ち止まって考えてみましょう。もし今あなたの収入が労働収入だけだったら、働けなくなった瞬間に収入はゼロになります。逆に資本収入がある人はどうでしょう？働けない状況でも収入は続くのです。この違いは将来の安心感を大きく左右します。労働収入だけの人生はずっと走り続けなければならないマラソン。資本収入がある人生は自転車にエンジンをつけたようなもの。どちらで走りたいかはもう答えは見えてきますよね。次はこの資本収入を生み出す具体的な源泉についてお話しします。収入の源泉には大きく3つのパターンがあります。まず1つ目は配当です。これは株式を保有することで企業の利益の一部を受け取る仕組み。例えば、あなたがある企業の株を100株持っていて、その企業が1株あたり年間50円の配当を出すなら、何もしなくても年間5000円が振り込まれます。株主はまるで企業の共同オーナーのような存在。あなたが会議に出なくてもお金はしっかり働いてくれるのです。2つ目は利息。銀行の定期預金や国債、社債などがこれに当たります。金利は低い場合もありますが、元本保証型の商品ならリスクを抑えつつ資産を増やせます。地味ですが、確実に雪だるまを大きくしていく役割を担います。そして3つ目が家賃収入。不動産を貸し出すことで毎月の収入を得る方法です。アパートや駐車場、店舗物件など、
形は様々ですが、契約が続く限り安定的な収入を生み出します。これら3つは、それぞれ性質もリスクも異なりますが、組み合わせることでお金が働くエンジンはより強力に。次は、このお金のエンジンをさらに加速させる時間の見方についてお話しします。資産を増やす上で最も強力な見方、それは時間です。資産運用には複利という魔法のような仕組みがあります。これは運用で得た利益を再び投資に回し、その利益がまた利益を生むという循環。雪の上を転がる小さな雪玉が時間とともに巨大な雪だるまになるイメージです。例えば100万円を年利 5% で運用した場合、1年後は105万円になります。さらにその105万円を運用すれば、翌年は110万2500円に、利益に利益が積み重なり、10年後には162万円以上に膨らむのです。この成長曲線は最初は緩やかですが、時間が経つにつれて一気に加速します。だからこそ、早く始める人ほど有利。20代から始めた人と40代から始めた人では、同じ金額を投資しても、老後の資産は大きく差がつきます。逆に言えば、時間を味方につけられないと、この加速の恩恵を受けられません。次は、せっかくの資産が働かない。そんな残念な3つの理由について解説します。せっかく資産を持っていても、お金が働かない状態に陥る人は少なくありません。その主な理由は3つです。1つ目は眠らせてしまうこと。銀行の普通預金に大きな額を置きっぱなしにしているケースです。金利はほぼゼロ、インフレで実質的な価値は減っていきます。まるで一流の料理人を倉庫に閉じ込めて包丁を握らせないようなものです。2つ目は動かしすぎること。短期的な株価の上げ下げに振り回され、頻繁に売買してしまうと、手数料や税金が利益を食いつぶします。落ち着いて長期的な視点を持つことが大切です。3つ目は一極集中。特定の銘柄や地域、不動産一軒に全てをつぎ込むと、その資産がダメになった瞬間に全てが崩れます。収入の柱を増やすのと同じく、投資先も複数に分けることで安定感が増します。この3つを避けるだけでも、お金が働く環境はぐっと整います。次は、お金を世界中で働かせる旅の方法についてお話しましょう。お金を世界で働かせる。それはつまり分散投資です。投資先を国内だけに限らず、米国や新興国など異なる地域や市場に広げることでリスクを分散しながら成長のチャンスを拾いに行くのです。例えば、日本の景気が停滞していても、米国のハイテク企業が成長していれば、その恩恵を受けられます。逆に米国株が不調でも、新興国市場が好調なら損失を和らげられる。まるで世界中を旅しながら、各地の特産品を少しずつ集めてくる商人のような戦略です。分散投資は地理的な広がりだけではありません。株式債券不動産コモディティ、原油や金などといった異なる資産クラスを組み合わせることも含まれます。これにより一部の市場が下がっても他が支える多脚テーブルのような安定感が生まれます。こうして世界を旅するお金は、あなたが寝ている間も、休日を楽しんでいる間も、静かにそして確実に働き続けます。次は、この世界を旅するお金を誰でも手軽に実現できる方法、インデックス投資について解説します。インデックス投資とは、市場全体の動きを示す指数インデックスに連動するよう設計された投資方法です。例えば、日経平均株価や S&P500 などが有名ですね。個別銘柄を選ばず、指数そのものに投資することで、数百数千社の企業に一度に分散投資できます。この仕組みの最大の魅力は、自動操縦のような安定感。プロの投資家でも市場平均を長期的に上回るのは難しいとされる中、インデックス投資はその市場平均そのものを取りに行く戦略です。しかも、運用コストが低く、売買の手間もほとんどありません。例えるなら、個別株投資が自分で車を運転する旅だとすれば、インデックス投資は安全運転の観光バスに乗る旅。
景色を楽しみながら目的地まで効率よく到着できます。さらに、積み立て設定をしておけば、毎月自動で買い付けが行われ、市場の上下にかかわらず、淡々と投資を続けられます。しかし、この旅路にも落とし穴があります。それは、人間の心理。次は、資産運用に潜む恐怖と欲望の罠について見ていきましょう。資産運用で最も手強い敵。それは市場ではなく、自分の心です。相場が急落すると、もうダメだ。全部売ろうと、恐怖が囁きます。逆に株価が急上昇すると、今こそもっと買いますべきだと、欲望が背中を押します。こうした感情の揺れは、冷静な判断を奪い、長期的な成長を阻みます。例えば、リーマンショックやコロナショックの時、多くの投資家が底値で資産を手放してしまいました。その直後に市場が回復したことを考えると、感情に流された判断がどれほど高くつくかわかります。心理的バイアスには、損失を過大に恐れるプロスペクト理論や、周りの行動に合わせてしまう群衆心理などがあります。これらは意識していないと、自然と投資判断に影響します。だからこそ、自分なりのルールを事前に決め、それを淡々と守る仕組みが必要です。次は、そんな心理的な罠を乗り越え、今日からお金が働く仕組みを始めるための3ステップをご紹介します。では最後に、今日から始められるお金が働く仕組みスタートの3ステップをご紹介します。ステップ1、目的を決める。何のために資産を作るのかを明確にします。老後の生活資金なのか、教育費なのか、それとも早期リタイアなのか。目的がはっきりすると途中の揺らぎにも強くなります。ステップ2、仕組みを選ぶ。インデックス投資や配当株、不動産など自分に合った資産形成の方法を決めます。初心者なら少額から始められて分散効果の高いインデックス投資が安心です。ステップ3、自動化する。積立設定や自動引き落としを活用して感情や忙しさに左右されない環境を作ります。これによりコツコツと資産が積み上がっていきます。この3ステップを踏めば、時間イコールお金という固定観念から一歩抜け出せます。そしてあなたの資産は静かに、しかし確実に成長を始めるのです。最後にもう一度自分に問いかけてみましょう。私のお金、今は眠っていないだろうか？この問いを持ったまま次へ進みましょう。ここまで見てくださって本当にありがとうございます。今日お話ししたお金が働く仕組み、あなたならどこから始めますか？小さな一歩でも時間を味方につければ驚くほどの力を発揮します。想像してみてください。数年後、あなたが朝の満員電車を横目にカフェでゆっくりコーヒーを飲んでいる姿を、その時間を作っているのは、あなたが今日動かしたお金の分身たちです。もしこんな方法もあるよ、私はこうしてるよという体験談やアイデアがあれば、ぜひコメントで教えてください。あなたの一言が他の視聴者の背中を押すきっかけになります。これからも投資や資産形成を楽しく学べる動画をお届けしますので、チャンネル登録と高評価で応援していただけると嬉しいです。それではあなたのお金、明日からどんな旅に出しますか？